やっほ、皆さん息してますか？息しかしてない時丸田中です。こんにちは。今日は私のキッチンにないもの5選。実は最近ね、涼しくなってきて、で、結構移動してるんですよ。で、私東京にいるんですけど、拠点は。で、ホワイトボックスにね、いる時間が短くなってます。週の半分ぐらいはこのホワイトボックスで生活して、ホテルとかエアビーみたいなとこ泊まってみたりとか、で、そういう風に転々とする中で、あ、こんなのあったんだと。うちのキッチンにはこれないわっていうのになんか改めて気づいて、やっぱり少ないもので暮らしていると、でもエクストリームにこれだけ減らしていると、自分が何を持ってないかとか、これがあるのが普通だみたいな感覚がなくなってくるんですよね。だから、ようやく他のキッチンを見たときに、あ、こんなものがそういえばあったなと。で、昔はそういうのを使ってたんですよ。で、今は全くなくて、で、普通のご家庭とかキッチンにはこれはあるだろうみたいなもので、私が持ってないものを紹介していきます。5個ね。ほとんどの人には役に立たないと思うんですけど、エクストリームに暮らしたい人は、これがなくても生きていけるってことがわかると思います。この動画で。一つ目は、電子レンジ。オーブンレンジ、オーブントースターの類です。はい。これはうちにはありません。で、過去には全部持っていた時期もあるし、オーブンレンジが一番長かったですね。つまりオーブントースターとしても使えて、電子レンジとしても使えるみたいな、融合したやつ。あれを一台持ってて、そこでいろいろやってた時期はあるんですけど、手放したのがね、いつかもう忘れちゃいましたけど、もう5年以上は持ってないと思います、多分。2019年とかかな、19か20ぐらいにはもうなかったと思いますね。で、全くない暮らしをしています。で、電子レンジがないとやっぱりね、温めることができなかったりとか、例えば冷凍したご飯を温めるとかね、なんかそういう食材を残して、ちょっとした未来のために取っておくみたいなことがね、できなくなるんですよね。で、そういう温めるっていうのはすごい便利なことで、しかも電子レンジ早いじゃないですか。で、持ってた時はやっぱり蒸し野菜とか、なんかチキンとかをね、簡単に蒸して調理できて食べれるみたいなのがあってすごく便利だったんですけど、今はもう全く使ってないです。そしてなくても全く問題ないような状態になっています。で、たまに心残りなのが、カリッカリのトーストを食べたい時があるんですよ。たまに。で、これは私いつもキム・カーダシアンセットっていう、オートミールの朝食をとってるんですけど、自分でいろいろカスタムした。で、そういうわけでほとんど朝食にもうパンを食べることはないんですけど、でも昔はパン食だったんですね。20代の頃とか結構パンでした。うん。パンを焼いて朝は。で、トースターで焼いて、裏表カリッカリにね。で、バターとかジャムを乗っけて、で、ベーコンとサニーサイドアップみたいな目玉焼きみたいなものを焼いて、なんかそういうロイヤルブレイクファストみたいな感じをやってたんですけど、でもたまにそれが恋しくなるんですよ。で、カリッカリのパン。あれがもうとんでもなく美味しくて、特に毎日オートミール、鶏の餌みたいなやつばっかり食べてると、たまに食べる食パンがとんでもなく美味しく感じます。これは毎日玄米を食べてて、たまに白米を食べた時の衝撃みたいなもの、それに近いものがあるんですけど、本当にね、たまにね、食パンを食べるとね、すごい美味しいんですよね。これは旅行に行った時とか、あとはホテルのブレイクファストとかね、出てくる食パンとか、そういうものの時に味わうようにしていますね。だから電撃っていうか、衝撃が走ります。なので美味しいトーストを食べられなくなったのが、ちょっと若干の心残りなんですけども、その分、他のね、外で食べた時にも一段と美味しくなるっていう、その楽しみのために、今はなくてもいいかなと思っているような状況ですね。私のキッチンにないもの二つ目は、サランラップです。サランラップって商品名だけど、ラップですね、いわゆる。ラップはありません。で、買いません。一切。はい。で、これ普通のご家庭というか、大体皆さん持ってるんじゃないかと思いますね、ラップは。で、私はラップは持ってなくて、自分がたまにラップするっていうぐらいです。安売りしたバリアスを鼻で笑われてたビーチやホー、なんかたまにラッパーの方の歌をちょっとラップするっていうぐらいで、自分自身が食品をラップすることはほとんどありません。ほとんどというかもうありません。ラップを買わないから。でね、これもね、昔は使ってました。というのもやっぱり食品の保存ですよね、主にね。食品の保存で使えたりとか、あとはハイキングよく行くんですけど、山に行くときにお昼ご飯を作ってって、おにぎりとか、そういうものを簡単に作って持っていくことができたりとか、だから運搬にも使えるし、保存にも使えると。だから結構、ラップというものは、多用途に使えて、実はミニマリズムな、バーサタイルな、多用途なアイテムだとは思うんですけども、僕はね、一切ね、使ってないです。使うはなくなりましたね。で、これも多分ね、電子レンジを手放したのと同じくらいの時期に来ていて、というのも、やっぱりラップの主な用途というのは自分の中ではやっぱりご飯、
ご飯を炊いたものをラップして冷凍しておくみたいな、そういう一連の流れの中でラップが使われていたと。あとはなんかそのトマトソースのパスタなんかを作るときに余ったトマト缶なんかをラップしてちょっと冷蔵庫に保存しておくみたいな、そういうことで使ってたんですけど、全く使わなくなりました。で、最近は唯一使うとすれば、アボカドみたいなものとか、キュウリとか、そういうものをちょっと半端に食べた時に、ラップして冷蔵庫に取っておくみたいなことをやってはいたんですけど、これもね、ある時から、ラップしなくても意外といけるってことに気づいたんですよ。それから私はその完全にラップを手放すことができました。で、今もう実際私の冷蔵庫にアボカド半分にね、切って半分食べた残りのアボカドが眠ってるんですけど、ラップしてないです。ラップをしなくなりました。でラップしなくても全然大丈夫なんですよ。で、これ乾燥します、もちろん。乾燥して表面は硬くなります。ただ、そんなに先にね、その3日以上先のために取っておくみたいな、その日付っていうか時間を空けすぎなければ、ちょっと寝かしておいて、もう一回明日食べるとか、今日朝食べてもう一回夜食べるみたいな時は全然ラップしなくても大丈夫です。やっぱ食べ物っていうか、そのローフード、植物とか野菜特有の表面を切ると、やっぱ野菜が自分たちを守るような自己本能みたいな、自己防衛本能って言ったらちょっと大げさだけども、そういうのが働いてる気がするんですよね。細胞がいわゆるその乾燥の膜を作って、で、硬くなるとちょっと。だからそういう状態になるから、全然ね、そのまま食べられるんですよ。そういうわけでラップは持っていませんね。で、3つ目はラップと近いところなんですけど、アルミホイルですね。はい、アルミホイルです。これも私一切使いません。ラップを手放すよりも、先にアルミホイルを使わなくなりましたね。で、これもなんとなくやっぱりキッチンには、ラップとアルミホイルってセットで、絶対あった方が便利だなっていうね、感覚がずっとあって。で、やっぱりこれも手放せたのは、オーブンレンジですかね、多分。オーブンレンジがないからっていうところだと思います。そのオーブンレンジとか、トースターみたいなものを持ってた時は、やっぱりアルミホイルの上で、ちょっとパンを焼いたりとか、チーズトーストを作ったりとか、オーブンの中でね、オーブンと合わせて使うものとしてあったんですよね、自分の中で。だからそれがなくなったことによってアルミホイルの出番が全くなくなったと。で、あとは保管ですよね。保管とか運搬にも使えます。やっぱりこれも。例えばラップで包んだものをもう一回アルミホイルで包んで、それを山に持っていくとか、外に持っていくとか、そういうことができるんですけど、で、山の中で食べるものは、だいたい僕は結構ドライフードとかそういうものを食べるので、そういう生ものを持っていくってことがほとんどなくなりました。そういうわけで手放しています。で、アルミホイルを自分が持っていないってことに気づいたのは、この間ハサミを持ってて、ハサミの切れ味が悪くなったって話をしたときに、視聴者の方が、アルミホイルを切ると、ハサミの切れ味が復活しますよって教えてくれたんですね。で、僕もなんとなくその知識はあったんですけど、その時に、でもうちにはアルミホイルないわって思ったんですよ。だから自分のハサミの切れ味をちょっと良くするために切るみたいなことができないと。でもそのためだけに、一本のアルミホイルを買うのもどうかなと思っていて、だから結局変えてないんですけど、で、他に使う用途が全く見当たらないので、アルミホイルも多分今後買うことはないと思いますね。で私のキッチンにないもの4つ目。包丁です。はい。包丁を持ってません。はい。で、これもね、大体あるんじゃないかと思います。これもいくら、一人暮らしで自炊しないような人でも、でも自炊しない人は持ってないかな。持ってない人もいるかもしれないですね。ただ僕の場合は今話してる前提っていうのは、毎日3食自炊可能なスタイルなんですよ。だから自炊してるんです、最近は。朝昼晩。でも、それくらいの道具の選別というか、エクストリームな感じになってるってことなんですよね。で、包丁持ってないのもね、これも、もう4、5年になりますね。コロナ禍の時期ですね、多分手放したのは。その時に私は山と街を行き来するみたいな、アウトドアの道具、キャンプ道具みたいなものを家で使って、家の道具を今度山で使うみたいな、そういうふうな山と街の自分の生活のマージみたいなことにトライした時期があるんですよ。ちょっとヘンリー・デイビッド・ソロー的というか、自分の中でソロの思想に惹かれてた時期なんですけど、自然と街っていうものを行き来しながら融合して暮らすみたいな、そういうミニマリズムのフェーズがあった時に、包丁を手放してます。で、包丁を手放してるんですけど、実はナイフっていうのは持っていて、これですね、何度か皆さんに多分紹介している、このビクトリノックスのね、クラシック SD っていう、これ
なんかマルチツールなんですよ。で、こんなちっちゃいです。で、こんなちっちゃい中にいろいろハサミとか入ってるんですけど、この一つに、こうね、ナイフがあるんですね。うん。で、こんなちっちゃい。本当にちっちゃいんです。これで、私はその料理の全てをやってるっていう、もうなんかシルバニアファミリーかと思うでしょ。うん、シルバニアファミリー、おもちゃみたいなもんなんですよ。うん、これでやってるんですよ。シルバニアファミリーというか、時丸田中なんですけども、うん。で、これだけでやってると。で、これができる前提っていうのは、やっぱりその家で作る料理を、なるべくそのカットしなくていいようなものにするっていうこと。で、大体僕はそのもう手で蒸しったりとか、もうそういうもの、簡単に使うっていうことですね。だから調理方法をもう切らなくていいものだけにするっていうことですね。それがあって包丁を手放せているって感じです。でもこれが結構役に立つのは、やっぱりリンゴを切ったりとか、で、アボカド切ったりとか、キノコの根元の部分を切るとかね、なんかそういうもので使えたりするので、やっぱりね、ものすごく、もうこれあるだけであるとないとでは結構大きな差だと思うんですよ。ただその一般の、ご家庭にあるようなその三徳包丁でしたっけ、そういうものとかペティナイフみたいなものは一切うちにはないってことです。これだけでやってるってことです。で、それはやっぱりその自分の調理の手間、切るものをなるべくなくしているってことですね。で、それは本当にもう手間の軽減につながることで、で、もう一個アイテムを言うなら、包丁がないっていうことはまな板も当然持っていません。これはちょっと今カウントに入れなかったんですけどね。まな板です。まな板も持ってないです。なので、本当にもう、その辺のキッチンの、キッチンはもうそのシルバニアファミリーのちっちゃなキッチンなので、なんかそこでね、隅っこでこうやるような、本当におもちゃみたいなとこなんで、もうまな板を置く場所とか切る場所がないんですよ、そもそも。だから、まな板は当然持ってない。で、包丁も持ってないから使わないと。で、だから結構空中で切ったりとか、自分のこう手のひらでこう危なっかしくやりながらとか、なんかそういう感じでやっていますね。で、最初は慣れないんですけど、そういうのやってるとどんどんね、なんか技術が上がるんですよね。うん。このなんかちっちゃなナイフの、マルチツールの技術が上がるんですよ。で、これでもう何でもできるようになってますね、今では。で、これ結局僕はこのナイフを、山とか、キャンプとか外にも持っていくので、外で自分がやる行為と、家で調理をする行為がもう一緒なんですよね。だから大きく言えば、なんかずっとそのアウトドアの練習をしてるって感じです。家で。家でなんかこれを使ってこれ一つで何でもやることができれば、もう外に行っても同じような環境で、これで全てね、野菜切ったりとか、お肉とか魚もね、切ろうと思えば切れるんで、これで、調理ができるっていう風な、そういうトレーニング的なところもあったりします。どんだけサバイバルでどんだけストイックだって感じですけども、でもこれ一つで全然できると。で、包丁とまな板がないっていうことは、それだけその洗い物をする必要もありません。だから僕ほとんどこれ洗わないんですけど、ただ使った後は切って、布とかティッシュでちゃちゃって拭くだけですね。で、よく乾燥させて、もう常にキッチンに置いておく。で、山に行くときは自分のバッグに入れて持っていくみたいな、なんかそういう感じで、使っています。なので包丁は持っていません。はい、最後5つ目なんですけど、これタイトルにプラスってつけてるように、これ自分が持ってないものをあげるよりも、自分が持ってるものをあげた方が早いなと思ったので、様々な調理道具っていうふうに、ちょっとひとまとめにしたいと思います。で、これ例えば、ザルとか、ボールとか、さっき言ったまな板とか、ピーラーとか、あとはそのトングとか、菜箸とかね、菜箸。ああいうものもないです。だからそういうふうな、いわゆる調理道具全般っていうふうにまとめて、それを5番目としたいと思います。なのでそういうものを一切持っていないと。で、じゃあ何を持ってるかってことなんですけど、ここにあるものです。はい。いつも紹介している、まずこのチタンカップですね。はい。400FD というチタンカップ。で、それから、私がいつもネスカフェゴールドブレンドを飲んだりとか、カーダシアンセットを作ったりしている、ファイヤーキングのディハンドルマグ、1960年代ヴィンテージ。この2つ。これです。これが私の調理器具のすべてです。はい。若者のすべてっていうか、調理器具のすべてって感じです。これが。はい。で、あとはカトラリーとして、で、今ちょっとね、使ってる、ちょっと洗ってるのがあるんですけど、お箸が一つあるのと、もう一つはこのね、ルーのデザートフォークという、スプーンとフォークが一体化したような、こういう小さな、これもシルバニアファミリー的なんですけど、こういうものを使ってます。で、このフォークっていうのはこのね、400FD の中に、ぴったりと収まります。はい。収まるようになってます。はい。こんな感じで、これだけをね、使っていると。はい。そんな感じで、これ以外は持っていないと。
つまりどういうことかというと、先ほど挙げた、例えばボウルとかお皿とか、なんかそういうものは全てこの2つで兼ねられるようにしているってことです。あとはもっと言うなら鍋とかフライパンとかですね、そういうものも全てこれだけでやってると。で、過去にも多分その自分の調理スタイルみたいなことを話したりはしてるとは思うんですけど、もう一度簡単に話しておくと、これ400FD というね、400ミリ。400ミリの、正確にはカップみたいなもんですよね。なんかこう、カップぐらいのサイズ。鍋とは言い切れないぐらいのサイズ感のもので、いわゆるキャンプ用のチタンカップなんですけど、これにこう蓋がついてるような感じです。こうマルチディッシュというね、蓋がついてるんです。で、この蓋はですね、実際にそのお湯を沸かす時の、蓋にもなるし、で、これだけを使ってお皿にしたりとか、で、この上でアボカドとか食べたりとか、なんかこうお刺身の醤油皿にしたりとか、もうこれ一つでいろんな使い方をします。はい。で、これはもうこのまま、この中で、スープとか味噌汁とかそういうものを作って、で、食べるときもこのカップで食べます。だから僕そのお茶碗とかのそのスープカップみたいなものは持っていなくて、で、これ一つで、ここで調理してもうこれで食べるっていう風な感じです。で、本当にそのエクストリームスタイルで行くのであれば、このチタンカップ一つで生きることはできます。実際。なぜなら、これもマグカップなので、同じカップ、つまり被ってるわけですね、用途は。こっちの方が鍋として使える分多用途ではあるんですけど、実際被ってると。だから両方持つ必要はなくて、本当はこれだけでいけるんですけど、ただ僕がこれを持ってるのは、もう単純にエンターテインメントというか楽しみのため、で、自分が好きだから持ってるって感じなんですよ。で、やっぱりちょっと重いし、移動するには、山とかに持っていくにはちょっと重すぎるんですけど、ただ、やっぱその、ガラスのね、口当たりと、で、これでネスカフェを飲むときの、これ、もともとコーヒーカップのマグなので、ちょうどいい容量と分量と、で、その雰囲気と肌触りと、なんか持ってる質感がいいと。で、カーダシアンセットを食べるときも、だからオートミールとかそういうものをシリアルとかを食べるときも、こっちだと金属のね、スポークしか持ってないので、こう、カツカツ当たってね、うるさいんですよ。ただ、このガラス製だと、金属とのマッチングも非常にいいから、これでスムースに、オートミールなんか、シリアルなんかも食べられると。なんかそういう意味で持っている。で、もう一つは、例えばこっちで味噌汁を作って、で、こっちになんかご飯を入れて食べるときなんかに、これもだいぶおかしな話なんですけど、やっぱりそのお味噌汁の器とご飯の炭水化物の器みたいに二つを使えるっていうメリットですね。これが大きいですね。このために持ってるような感じですね。で、これがないと、実際これでスープを作るとするじゃないですか。で、スープを作って、で、他にね、これにね、最初そのご飯をよそって食べてた時があるんですよ。で、これだとものすごい、大変なんですよね。何回もそのご飯をおかわりしに行かなきゃいけない。で、それが難しいなと思って、じゃあ次どうしたかというと、これで味噌汁を作って、で、先に味噌汁だけを食べるって。で、味噌汁をすべて食べ終わった後に、で、これを空にして、で、この中に今度ご飯をよそって、で、これでご飯を食べると。なんかそういう感じにしてた時期もあるんですよ。で、そのスタイルも結構良くて、で、血糖値を上げにくいとかね、その味噌汁から行くと、そのご飯行かないんで、血糖値上げにくいとかいろいろいい効果はあるんですけど、ただね、やっぱりそのどうしてもなんかご飯と一緒にスープ食べたい時とかあるじゃないですか。だからその、一体何の修行をやってるんだろうっていう、なんかそういう風な気持ちになってきて、なので、なんとなくこっちと、こっちをね、二つあることによって、その一度に食べられる食のバリエーション、食の楽しみを広げることができるっていうね、そういう効果があります。なので、二つ使っています。で、僕がそのインスピレーションを受けているのは、やっぱり前奏が使っている、マトリョーシカ人形みたいになっている食器ですね。いわゆるその前奏っていうのは自分のその食事道具っていうのはもう自分で持ち歩いていて、で、こういう風なものの中に、器が入ってる、多分見たことあると思うんですけど、開けるとその小さなサイズ、で、さらに小さなサイズみたいな器がいくつかあって、マトリョーシカ人形みたいになっている、そういうものがあります。スタッキングできるようなものですね。で、そういうものを使って、もう質素でシンプルな食事をするんですけど、なんかそれに近いようなところですね。ただその食器の数という意味では、その前奏が使っているものはいくつか最低でも3つぐらいあります。ただ僕の場合はもうこの蓋とこれだけですので、それよりも全然その並べられるおかずの数が少なくなると。もっとそれをミニマルにした
ようなスタイルになってしまっています。ただそれでも全然ね、一人分の食事を食べるには十分なくらいで、むしろこれ一つだけあれば、何でも満足のいく食事ができるっていうことになるので、だからこれもまあさっきのナイフの話と同じですけど、これも結局山で僕同じものを使っているので、山にもこれ必ず持っていくものです。だからその山に持って行った時も自分で作る食事っていうのが、家でいつも食べているもの、作っている環境と一緒ですので、この上でね、バーナーで調理しながら食べると。むちゃくちゃスムースというか、なんかストレスがないんですよ。やっぱどうしてもキャンプ道具とかってちっちゃくなるし、厚みも変わるから、その火力に気をつけなければならなかったりとか、ちょっと食べにくかったりして、なんか外で気分はいいんだけど、なんかちょっと食べづらいな、みたいなのがあるじゃないですか。まあそれがまあ、キャンプの醍醐味だとは思うんですけど、ただこれをね、家でも使って、山でも使っていると、全くストレスがないんですよ。いつも使ってるものだから、ものすごく安心感があるし、もうスムースに行き来できるというか、もうどっちでもいいっていうか、どこにいてもいい。もう大体同じもうこれだけで完結するので、この 400ml のね、カップ一つあれば、まあ自分の食事は済んでしまうっていう風な感覚が出来上がるので、これは本当に、まあおすすめはしませんけど、まあかなりエクストリームなスタイルで、エクストリームを極めたい方には、これ一つだけでね、食事するっていうのに、まあ、ちょっとトライしてみるのもありなんじゃないかなとは思います。はい。ということで今日もちょっといろいろ脱線しながら話してきましたけど、私のキッチンにないものを5選紹介してきました。よろしければ普通はありそうだけど、皆さんのキッチンにないもの、今回の僕の話で出ていないものがあったらコメントで教えてください。このチャンネルでは少ないもので暮らしながらより作っていく、クリエイティブや創作のアイデアを発信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして僕は実際に実践している詳しい内容とかログみたいなものはコアメンバーシップの方で紹介しています。全持ち物リストとかライブのアーカイブもすべて見れますのでぜひ購読してみてください。そして毎週土曜日には自分の近況報告とかジャーナルのサマリーを書いたレターを発行してますので、そちらは無料で登録できますのでぜひチェックしてみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。